同期取ります？はい。はい、ありがとうございます。よし。じゃあ今までカメラを回してきた中で、はい、一番危険な作業になると思いますが、このマムシさんでお酒をつけようと思います。生きてるんですか？生きております。これがマムシ。これがマムシ。これ水ですか？今水。これだいたい3週間から1ヶ月、この6割ぐらいの入れた水の中に入れといて、糞を出すんですよ。でもうこの子3週間目なので、今日作ろうとどうせ思ってたんですけど、ただ口の細いボトルが本当は欲しいんだけど、それが売ってなかったから、瓶とかが、今日はちょっとこの口の広いボトルで作るから、イメージトレーニングはしてるけど、ちょっと噛まれないようにしないとなという作業でございます。イメトレでどうにかなるんですか？さあやってみて。これ山で捕まえたんですか？そうです。じゃあまず水を捨てます。でもう一回水を入れて洗います。作ったことあるんですか？ない。初めて。でもマムシ酒の名人に話は聞いたんです。気をつけろよって言ってました？はい。マムシって噛まれたらどうなるんですか？病院送りです。すごいパンパンに腫れて下手したら死ぬ。治療が遅れれば。ほい。で、もしかしたら使うことになるかもしれないから、先に養生テープを切って置いとく。でこっちに移っていただく。おいおい。落ち下がらない。やっぱ登ってく力が強いって言ってたけど、こういうことなんだな。怖いですね。怖い。非常に。グローブとかにしなくて大丈夫ですか？歯は鋭いので、噛まれたらグローブは貫通するので。なんか控えてらっしゃる。臨戦態勢ですよ。ギリギリ。来た。さてさて、
からここで噛まれるっちゅうんですよ。蓋の時ですね。そう。怖い。おお。お、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ちょっと待って。取れ高よりも大事なことがあるから今。そんな揺れると思ってない。よし。よしよし。これで、はい。これでですね、はい。この割り箸を噛ませるといいらしいんです。へえ。で、噛みついたところにはいお酒を流し込んで、口の中にもお酒を入れて、体の中からその、まあ高濃度のアルコールで清めるというか、まあ、とりあえずお酒入れて、ウイスキーですかね。これウイスキー。ホワイトリカーって35度とかの焼酎でつけることもあるんですけど、以前マムシ酒を僕飲んだすごい美味しいレストランのシェフが言ってたのが、美味しいお酒でつけた方が、安いお酒でただ度数が強いってだけでつけるよりもやっぱりいいよって。ペロペロしてる。ペロペロしてる。ヘビも酔うんですかね。酔うんじゃないですか。ほら、カメ。はい、か。お酒入れてみよう。ちょっと苦しんでますね。お、口開けてる。蓋閉めれるんですか？同じこと考えますね、やっぱり人っていうのは。どうやって閉めるか。開けた途端ですよ。絶対そうですよね。はい。バクってきますよね。きますね。もうもうはい。ぐいぐい隙間に顔すり寄せてますね。だからちょっと弱って沈んでもらったところで弱んのかな。3週間水で生きてたんですね。無理だろう。ちょっと怖いですね。じゃおお、標本みたい。はあ。
なんか垂れてんな。このボトル100均。100均だから密閉性が悪いのかな。これでこの中でマムシは死んでいくんですね。そうすると毒が抜けるんですか？毒は多分お酒に溶けるんじゃないかな。完成。いや、これで、はい、ここに空気が入っちゃってるので、はい、マムシがもう弱ってなくなった後にギリギリまでウイスキー足して完成にします。以前マムシ酒いただいたことがあったんです。はい。レストランというかジビエ料理屋で、はい、もうすごい元気になって、その晩、はい、やっぱりマムシ酒は昔から効能があるって言われてるけど、元気になりますね。そのちょっとの毒なのか何なのか、それが薬になるんですかね、人間にとっての。でも死んだ状態のマムシをお酒につけると良くないらしいです。腐っちゃうらしい、酒が。でも科学的にどうなんですかね。まあでも日本全国ハブ酒とかマムシ酒とか世界でもあるんだろうな、お酒をつけるって。どういう亡くなり方なんですかね、その酒の中に入って亡くなるって。窒息なのかどうなんですかね。さっきは空気穴があったんですね。まだまだめちゃくちゃ元気ですね。よし、お昼ご飯にしよう。おじやですか？おじや。ようわからん見た目してますねこれ今朝、おうどん食べたんですよ。で2日ぐらい前に、2日前だ、米炊いてて、でうどんのおつゆと、その2日前のお米と、あと以前取ったイノシシのお出汁、2日前のもう冷めたご飯美味しくないから、おじやにしちゃった方が美味しいからと思って、だから今冷凍のお出汁が入ってるからちょっと見た目がよくわかんないんですけど、味はいいと思う。人って大人って当面の目標とか持ってる人の方が多いんですかね。いや、少ないと思います。まあ子供と一緒にいたりしたら子供の成長っていうことじゃないですか、結構。日々の頑張る目標みたいなのって。目標というならそうなんですかね。なんかいや、こっち移り住んで、最初小屋ができるで、こっちで一人で自活するっていうのが目標だったんですよ。でも小屋の完成がもう間近になって、犬も飼えてとか言ってたら仕事も微妙に忙しくなって、で猟師としての目標みたいなのが明確にあったんです。一人で山入って、猟期に一人で熊を取る。でも猟期じゃないとそれ達成できない。まあでも熊を取る、あと自活するって言ってる間にいろんな人間関係とかが増えてって楽しさもあるし、でもなんかそっ
か、後輩がこうやって来てくれるっていうことは、後輩たちがいい漁師になる。後輩たちが土地の人たちと良好な関係を持つっていうのも目標だなとか、なんか考えてたら、また人の輪が広がって、あれ自分の目標とかってなんかあるんだっけなと思って。あります坂上さん。YouTube。自分の目標。まあ、そうですね。YouTube。まあ仕事っていう言い方なのかな。仕事。あと、まあ趣味なので、体は今。そう。坂上さん、それあるもんな。改善、してますね、今。自分の目標的なものがそんな、これっていうのがないってことですか？いや、なんか最初はあったんです、こっち住むとかいう頃は、でもそれがなんかどんどん終わりがないなと思って、最初はこうやってて五門風呂で服部さん家みたいな雰囲気にして、だけだったんだけどな。なんだか最近疲れてますね、ずっと。よくない、多分内臓が良くないんだと思う。よいしょ。ここ1ヶ月一人の時間は数日でもあったんですか？ありました。でも全くの一人って難しいですね。ないかも。全くの一人。作ってください、一人の時間。シャインマスカットの時期はもう終わったんですか？まだまだ9月からです。これね、わらび入ってるんですけど、今日取ったわらびでもね、ちょっと朝のうどんに入れたらやっぱアク抜きしてないからすごい苦くて、もしかじって苦かったら出しちゃってください。ありがとうございます。いただきます。久々。あっさりしてる。
大きい。さてご飯でも作ろうかな。今日は何ですかね。今日は葉生姜と味噌をつけた前菜と、あと、厚揚げと、あとサンマ焼いたのと、あとゴーヤをちょっとあれしようと思ってたんだけどすっかりやってないな。あとイカ焼き。なんか坂上さんがバーベキューというか夏らしいことをしたいって言ってたけど、まあイカ焼いて厚揚げ焼いてサンマ焼いたら秋かでもですね。ですね。行き過ぎちゃった。そうだね。サンマは何ですか、やっぱ取れなくなってるから高いんですかね。そうです。漁獲高が減ったのと、でも個体数も減ってるんですね、絶対。よく中国や台湾が取るようになったからとか言うけど、やっぱり人間、多くの日本人が昔からええわええわって取りすぎたんだと思います。もう昔安い魚でもいつでもっていうか、その季節だったらいつでも食べれるみたいな感じだったんですけど、もう買えないですよね。そうですね。それこそ昔はマグロとかカツオとかやっぱり江戸時代ってものすごい高かったろうけど、目黒のサンマって落語があるように、そんなに外洋外に出なくても取れる大衆魚だったと思うんですけど、今はもう群れでガバッと網で取るんだろうけど個体数が減ってるんでしょうね。だからそんないっぱい食べずに、かつ、普通に価格が上昇してるっていうのはね、すぐに食卓に上らなくなるっていうのはもしかしたらいいのかもしれないけど、でも以前読んだニューズウィークだったかの記事で、サンマもウナギもかなり絶滅がするんじゃないかとかって言われてるらしいから、絶対嫌ですね、サンマ食えなくなるとか。完成。早っ。うまい。なんかメディアの露出増えてなんか変わったことあります？ないかな。特に。言われることが増えたんじゃないですか？あれ出てたねとか。でもこっちに住んでる人たちは変わんないですね。やっぱりネットテレビとかそんなにご覧にならないし、なんか忙しいらしいねとは言われるけど、でって言ってるだけであんまり変わんない。焼きます。もうそのままなんですね。あ、ね、うまいっすよね。
我が家の冷蔵庫です。おお、ついに。はい。これ。冷蔵庫。買ってきた時のサンマの冷たさと、このイカの、凍ったイカの冷たさで、ある程度鮮度が保たれるんではないでしょうかという。弱々の保冷ですね。ええ。イカはどうしたんですか？イカは、鹿肉をあげたら、そしたら、漁師の先輩が、なんか物々交換だっつってイカくれたんです。これは焼く。ほいで、火が大きいね。まだまだ。なんか散らかってるな。そうですか？あんまその境目が分かんない。しーちゃんどいて。イカ3杯あんのか。4杯か。多いな。いいですね、イカ。2杯でいっか。今日食べるのは。イカ美味しいですからね。何もっと焼く。でも2つあればいいですよ。体にもいいし。あ、そうなんですか？わかんないです。タンパク質ありそうじゃないですか。あ、高そう、タンパク質。はい。皮。あ、切れちゃった。抜きます。抜いて、ここに背骨があるので、この背骨を抜きます。ほっ、これ。背骨も軟骨なんですかね？軟骨だと思います。これがアオリイカみたいな、結構でかいやつだと、背骨がもっと白くて分厚いんですよ。で、そういうのを乾燥して、赤星インコの小屋とかに吊るしておくと、その赤星インコがそれかじるようにって、ペットショップでよく売ってます。へえ。よう知ってますね、そんな。いえいえ。このイカの口周りもね、美味しいって言うんだけど、イカの口ばっかり集めて、よくおつまみとかで売ってますよね。道の駅とか、お土産物屋とか。あ、そうですか。トンビの口とか言ったかな。なんか鷹の猛禽類のあれに見立てて。いい。胡椒と塩。焼きがでかいね。よいしょ。うまい。ちっちゃいやつほどピリッとしたりしますよ。あれ、でかいやつの方が大味。
でそんな辛すぎない。ちょあ、まだまだまだ、ビシビシビシ。東出さんが先々楽しみにしてることとかってなんかあったりします？小屋の完成、はい。あとやっぱ猟期に入って熊狙えるのは楽しみですね。いやどころじゃねえわ、全然猟期入って舞台じゃん。あれあれ12月の上旬に終わるんですけど、舞台が。はいはい。でも熊って12月の中旬ぐらいには大体冬眠してんすよね。なんか昨年もそんなこと言ってたな。猟期入ったら熊追うぞって言ってたらすぐ映画入っちゃって、猟期の前半全然山入れなかったんだよな。早い。背徳感を味わいましょう。うわー、しゃべー。しゃべえ。レモン。うわ、レモン王子。レモン王子ってどういう意味ですか？レモンかけがちだからもう。レモン王子。レモン大事ですよね、料理。レモンうまい。はい、いただきましょう。はい。うまい。みんなんうまいに決まっとる。うわはい、しいダメよ。厚揚げって焼くとうめえんだよな。半額だったから、はい、80円の幸せ。おお。幸せってこういうとこにあるんですね。今わかんないですけど。テレビマンはすぐまとめようとするから。取れてるかな。味は間違いないんだけどね、取れ方っていうことですよね、多分言ってるのは。はい。生姜いただきます。異変？冷たい？いや、いかれてるこの厚揚げ。どういうことですか？残念。厚揚げなど今日食卓にはありませんでした。
耳。もうちょっと焚き火になってほしいね。サンマ焼くなら。おき火って何ですおき火ってこうやって火が立ち上がってるんじゃなくて、か？はい。メラメラとテラテラと炭が燃えてる感じ。うんうん。いつものこれ納豆のやつですか？納豆のやつ。そう。まあ厚揚げダメだったから納豆をつまみに飲もうかなと思って。なるほど。先日ですね、はい北九州に仕事で行ってきて、はい。で僕が大好きなエッセイストであり、まあ本職は画家なんですけど、はい牧野さんっていう方と一緒に飲んだんです。はい。でもその方の酒の飲み方がすごい素敵なんですよ。それはもうエッセイ読んでてもそうなんですけど、はい。で2人で飲もうって言って連れてっていただいた居酒屋が、おつまみに納豆があったんです。でここの納豆を食べながら、ちょっと飲んでごらんって言って、頼んでくださって日本酒と一緒に納豆で楽しんだんですけど、まあなんか納豆で酒を飲むって、もうやっぱかっこいいなとすぐ取り入れようと普通の納豆だったんですか？ですね、はい。最近その露出がまあちょこちょこございまして、はい。最安値の納豆からちょっと高い納豆を買えるようになったのが、最近の生活の最たる変化ですね。今までは遺伝子組み換えでない納豆を使用していますとか、極力書いてないもういいから安いっていうのを売りにしてる納豆をたくさんいただいてたんですけど、まあ遺伝子組み換わってようがなんだろうがもう関係ねえか、こんだけ酒飲んでタバコ吸ってんだからと思ってたんだけど、やっぱ高い納豆、まあ100円ちょっとぐらいの納豆はうまい。違うんですね。違う。一味唐辛子を足す。で硬派にお醤油。硬派なんですね。そう。硬派じゃない？納豆そんな食べることないんで。マジ？はい。本日の名酒は、高知県の水芸純米吟醸銀嶺です。まあいただき物なんでてめえで選んだわけではないんですが、ちゃんとそれあるんですね。とっくりとおチョコね、持ってきたの。ちょっとずつ文明的な生活をしようと思って。これ文明なんですね。バカにしてんね。いや鼻でもう文明なんですね。いやそんなつもりはないですけど。いや文明の。
象徴なんですね。そう。いただきます。まあ塩ですか？塩がね、はい、袋の中で固まっちゃって、はい、だからこの粗塩を。ああ、サンマはすごい。サンマはすごい。僕一番魚の中で一番好きな魚なんです。へえ。きれい。うまい。なんか細いですね。細い。まだ油が乗り切ってないのかね。でもこんなん絶対うまいに決まってる。美味しかった。うわあ、目黒のサンマと聞いたことあります？ないです。金言亭芭蕉師匠って、僕の好きな古今亭新潮師匠のお兄さんの目黒のサンマはマジでサンマ食いたくなる。その鷹狩りだったか何だったかに行ったお殿様が、お腹空かせて、弁当をって言ったら弁当の用意がないんですよ。でもそのお殿様だからなんで弁当の用意がないんだって言っちゃったら、そしたら家臣たちの責任になるから、でもお腹空くことなんてないから、ふふんっつってすごいへこんでる時に、目黒って昔は田舎だったんです、海沿いで。でそこでその家来たちがわーっと走って、あっちでサンマ焼いてるって言って食ったら、お殿様ってやっぱ毒味の人たちがいて、で散々食べて毒がないって言ってきたやつを普段は食べ慣れてるのに、焼きたてのこのジュージューのサンマを食ったのが初めてで、こんなうまいもんはないって言って、で城に帰って別のお殿様が遊びに来る、今度接待する側だってなった時に、いや本当に目黒のサンマがうまかったからっつってサンマを注文するんだけど、職人は待てよと、サンマって脂の強いもんだし、結局小骨も多いし、お殿様の体をおもんばかってつみれにして油を抜いて、もう本当にクシュクシュのサンマの料理が出てきて、殿様がバクッと食べて、でっつって、このサンマはどこのだって言って、でいや魚河岸から本当に最上級のサンマを取ってきたんですって言われた時に、いやサンマ目黒に限るっていう、そのお殿様の世間知らずもなんだけど、それぐらいそのワイルドな野趣に富んだ味っていうのが素晴らしいっていう話なんだけど、芭蕉師匠の聞いてください。落語っていうことですか？落語、目黒のサンマ。へえ。守備範囲広いですね。まあ落語はね好きだからね。昨日すごい綺麗だったな、おぼろ月が。できてるっちゃできてるけど、もうちょい焼きたい。
おお。いただきます。あ、やば。あー、うまっ。食べて食べて、はい、あー、うまっ。へえ。うん食べて食べてうまっ。一気にいきましたね。うまっ。へえ。めっちゃうまいわ。食って食ってわかるからこれ絶対こうなるから。うまい。うまいわ。坂井さん日本酒もあるからね。はい。